にちは、ケイスケです。今僕はトロカデロ広場から階段を下ってそのままエッフェル塔に向かっています。現在パリはこのイエナ橋を含むトロカデロ広場からエコール・ミリテールまでの広大なエリアで自動車の通行の禁止を計画しています。近隣住民や議員はすでに交通渋滞で麻痺しているパリの中心部で、さらにこの交通の要衝を封鎖することに不満と不安を抱いています。また当初パリが見積もっていた7000万ユーロという費用が1億700万ユーロに増加したこともその要因となっているようです。今時刻は夕刻の17時過ぎで気温は3度です。この黄昏時のエッフェル塔の色は火事場で加熱された高温の鉄のような色で、なんというか心が落ち着きます。1889年のパリ万博当初は312メートルだったエッフェル塔ですが、1957年、2000年とラジオやテレビの放送用アンテナが次々と増設されたことで、現在は324メートルの高さになっています。この薄暗い中、道に沿って大勢の方が並んでいますよね。この行列、何かと思ったらエッフェル塔への入場を待っている人々なんです。この7月に約9ヶ月の閉鎖期間を経て再開したエッフェル塔ですが、エッフェル塔の運営会社によると、フランスの近隣諸国とアメリカからの旅行客が戻ってきているようで、10月には COVID 以前の入場者数に戻ったそうです。現時点で2021年は約150万人の訪問者が見込まれています。COVID が発生する前までは毎年600万人以上記録していたので、4分の1程度ということになりますよね。ちなみにエッフェル塔には実際には登らずに鑑賞するだけの人は年間に約2000万人とも言われています。実は中断されていた塗装作業が10月11日から新たな手順で再開されています。というのも、劣化した塗料を除去していた際に規定値を超える鉛が検出されたためで、2月初めから中断されていたんです。ということもあって、エッフェル塔の運営会社はオリンピックに間に合うように営業時間を変更しています。また作業によっては夜間でも行うようです。向こう側に見えるのは現在修復作業中のグランパレの代替として仮設されたグランパレエフェメールです。そういえばオリンピックの柔道はここで開催されるそうなんですよね。ご存知かもしれませんが、フランスは柔道がとても盛んで、競技人口は56万人と日本の4倍弱と言われています。ちなみに世界で最も多いのはブラジルで、なんと200万人近くいらっしゃるんですね。フランスの柔道を見ていると、僕は柔道はオリンピック競技になったことで武道ではなくスポーツになったんだなと思います。真偽は確かではありませんが、剣道はそれを嫌ってオリンピック種目への登録を控えていると聞いたことがあります。きっと度合いにもよるとは思いますけど、グローバル化で得られることもあれば失うこともあるんでしょうね。エコール・ミリテールの正面までやってきました。今時刻は18時です。もうすっかり暗くなってしまいました。雨が降りそうで少し不安になっています。というのも、面倒だからって傘を持ってこなかったんです。このグランパレ・エフェメールに携わったフランス人建築家は、ソウルのインチョン国際空港や東京の渋谷の文化村にも携わっているんですね。文化村は日本にいる時に行くことが多かったので、何か不思議な感じがします。不安が的中して少し大粒の雨が降ってきてしまいました。今街角の軒下で雨宿りをしています。パリの建物はベランダ部分が道路側に突き出ていることが多いので、建物の壁に沿って歩くと比較的雨を避けることができるんですよね。今携帯の天気予報を見たら、もう少ししたら一旦雨は止むようです。雨はしのげますけど、寒くてそのうち体が冷えてしまいそうです。通りの先向こうにエッフェル塔が見えています。ちなみにエッフェル塔から一直線に伸びているこの青色の光線はコンピューターで制御されていて、2本の光線が正反対に向かって放たれ360度回転しています。雨が弱くなったのでアルマ橋を渡ってジョージュサンク通りに入りました。先日
シャンゼリゼの赤いイルミネーションをお見せしましたけど、僕は個人的にはあの色よりこのシャンパーニュのような色の方が好きです。左側に見えるのはフォーシーズンズホテルジョグジュサンクです。1928年に建てられたこのホテルの現在の所有者はサウジアラビアの王子で、カナダに本部を置くフォーシーズンズホテルグループが管理をしています。そしてそのすぐ隣、1929年に開業した5つ星ホテルプリンス・ドゥ・ガールです。このアールデコ様式のホテルの装飾を担った方は有名な料理人ジョエル・オブションのレストランのほとんどをデザインしていることでも知られています。翌日です。ここを見覚えありませんか？そういえば前回来た時も天気が悪くて途中から雨が降り出したことを思い出しました。一番右端のボートの上にクリスマスツリーが出ていますよね。実はこの後もう一箇所回ろうと思っているので空が気になっています。ということで僕はバスチーユに来ています。この小さなクリスマスマーケットマルシェ・ドゥ・ノエルは12月26日まで開催されているそうです。今年もコロナの関係で大規模なマルシェ・ドゥ・ノエルの開催はなかなか難しいようです。12月26日までの間、この可愛らしいメリーゴーランドは子供たちに無料で開放されているそうなんですよね。メリーゴーランドの起源はビザンチン帝国とも呼ばれる東ローマ帝国の時代にまで遡るようで、もともとはポールにくくられた綱につながれた本物の馬がポールを中心に回るものだったようです。15世紀にイタリアからヨーロッパ各地に広まったそうで、フランスでは1605年にアンリ4世のもと設置され普及したようです。革命後、馬は木馬に変わり、20世紀末から現在のようないろいろな乗り物やアニメのキャラクターが加わっていったようです。頂上で金色のブロンズ像が輝き、その周辺にはフランスの国旗がなびいています。そういえばいつの間にかこのフランスの3色旗の青色が変わっていたと先月かなり話題になっていました。もともとフランスの国旗の青色はオリジナルの青色から EU の旗の色と同じ紺色に変更されていたようで、それをマクロン大統領は昨年2020年7月13日元の青色に戻すという決定をしてすでに完了していたということなんです。誰も気づかなかったって驚きますよね。それで急に日本の国旗のことが気になって調べてみたら、1999年に十王妃と円の中心に変更があったんですね。そして色に指定はあるのかというと、なんとどうも曖昧らしいんです。世界にはフランスのように色を厳密に指定している国もあれば、日本のように厳密には指定していない国もあるようです。面白いですよね。バスチーユ広場はご存知の方も多いように、フランスにおいては革命の象徴的な場所になっています。この正面の通り、かなり向こう側ですけれど、パンテオンの上の部分が見えるのが分かりますか？このバスチーユ広場は2年間の再開発作業を経て整備され、今年2021年1月に落成したばかりです。この塔の台座の一部にライオンが施されているのはなぜだろうと思ったら、どうも7月の天文学的シンボルである獅子座を意味するようなんですよね。以前は凱旋門の交差点と同じように左回りにしか回れなかったこの交差点は車線が引かれ、右回りも混在する複雑な交差点になりました。1999年に歴史的建造物に登録されたこのコロンヌ・ドゥ・ジュイエ、7月の塔はバスチーユ広場を象徴するモニュメントです。7月革命が起きた年の1830と日付の27、28、29、そして504人の犠牲者の名前がブロンズに刻まれ、金箔が貼られています。柱の中は空洞になっていて、上に登ることができる階段があるそうです。180トンのブロンズを使った柱は7月革命から10年後の1840年7月に落成を迎えました。お腹が減ったのでそこで何か食べようかなとも思ったんですが、雨が降るかもしれないので次のところで食べようと思います。
ということで次の目的地サンジェルマン・デ・プレにやってきました。1887年創業のキャフェ・ドゥ・フロールと1885年創業のレ・ドゥ・マゴです。パリのカフェといえば真っ先に出てくるようなそんな2つのカフェです。思えば去年の今頃はコロナの影響で休業し、店内にはお客さんの代わりに大きなクマのぬいぐるみが座っていたことを思い出します。そこに見えるのはサンジェルマン・デ・プレ教会です。ということで1999年から毎年開催され伝統になりつつあるサンジェルマン・デ・プレのクリスマスマーケットに来てみました。フランスのアルザス地方とドイツの文化を象徴する古くからの伝統的なシンボルの一つ、ブレッツェルのお店です。甘いものや塩っぽいものなどさまざまなバリエーションがあり、その起源は南ドイツと言われています。日本ではプレッツェルと呼ばれているようですが、これは19世紀半ばから広まったアメリカ英語での読み方の影響を受けているようです。メトロ4号線乗り場の入り口です。4号線は1号線や14号線と同じく現在は自動運転になっています。お腹が減ってしまっているので何か食べようととりあえず歩きながら一通り見ています。小さな可愛らしいマグシェ・ド・ノエルです。クリスマスマーケットをフランスではマグシェ・ド・ノエルと言います。マグシェは市場、ノエルはクリスマスを意味します。夜になるとこの広場と近辺の通りはイルミネーションによって華やかで温かい雰囲気になるんですよね。そういえば日本でも有名な世界で最も古いクリスマスマーケットと言われているフランス・ストラスブールのクリスマスマーケットは今から約450年ほど前に始まったそうです。大規模なストラスブールのマルシェ・ド・ノエルには毎年200万人の来場があるそうで、300以上のお店が並んでいます。ということで僕が一番気になったお店です。ここのラクレットのサンドイッチがとても美味しそうだったんです。チーズの表面をコンロに当てて溶かしています。3種類のハムとサラダを入れてもらいました。店員さんがトロトロに溶けた温かいチーズを切り込みを入れたバゲットに流し込んでいます。僕はもともと好き嫌いがないので参考にはならないかもしれませんけど、とてもいい香りです。それでさっきからこれが気になって仕方がなかったんです。白ワインのワンショーは以前どこかで見たことがあるんですが、ロゼのワンショー初めて見たんですよね。どっちを買おうか迷って店員さんに白ワインのワンショーって味はどんな感じですかって聞いたんです。そしたら白ワインは白ワインの味だねって。面白い店員さんですよね。じゃあロゼはって聞いたんです。ロゼなんて珍しいじゃないですか。そしたら店員さんは、僕もさ最初はどんなもんかと怖かったんだけどそれが美味しいんだよね。店員さんはおすすめはロゼだねって言うので僕はロゼを頼んでみました。もちろんレシピの影響もあると思いますけど、味は普通のワンショーよりもフルーティーで美味しかったです。僕は好きな味でした。こうしてみると日本の国旗みたいですよね。毎年出店しているとのことなのでぜひ寄ってみてくださいね。天気予報によると明日の気温は1度と相変わらず寒いんですが、晴れ間が少し広がるようです。寒い日が続いていますが僕は元気にやっています。皆さんもどうかお元気でお過ごしくださいね。ということで明日もいい日になるといいですよね。それではまた。